皆さんこんにちは、ゆずきゆかりです。今日はラジコン飛行機を飛ばそう第22回ラジコン飛行機の速度の判断方法をお送りします。さて皆さん、ラジコン飛行機の速度ってどうやって判断していますか？普通の飛行機であれば待機速度計があるのでそれを読んでおしまいなのですが、残念ながらラジコン飛行機にはありません。地面と見比べる？それは待機速度なので意味がないですよ。さて、飛行機の速度を判断する方法の一つに AOA というのがあります。AOA とはアングル・オブ・アタックの略です。日本語で言うと無改革なのですが、日本語だと分かった気になるのでやめましょう。さて、まずちょっと AOA の説明をします。今、左側から飛行機が飛んできました。ところで、飛行機ってちょっとだけ上を向いた状態でまっすぐ飛ぶと思ったことはありませんか？それが AOA です。まずこの飛行機はちょっと上を向いています。この状態でまっすぐ飛べば自身が高速で進んでいますので、風は真正面から水平に吹いてきます。この自身の角度と吹いてくる風の角度のズレ、そのズレの角度の大きさをアングル・オブ・アタックと言います。ちなみにこの状態で AOA は5度です。さて、もうちょっと詳しく見てみましょう。これは実物のボーイング 737MAX という飛行機です。この部分に AOA センサーがあります。ピトー管などと一緒に並んでいますね。もっとよく見てみましょう。これが AOA センサーの仕組みです。つまり AOA センサーとは風見取りです。通常の風見取りは左右方向の風を示しますが、 AOA センサーは上下方向の風の流れを示します。さて、気がつきましたか？この資料、失速とか書いてありますよね。そうです。飛行機は主に AOA センサーで失速を感知します。主に機体に対して妙に下から風が吹いてくると、それは失速が近づいてきていると言えるのです。さて、元の話に戻ります。AOA とは機体の向きと風の吹いてくる方向の差、その角度ですが、それだと分かりにくいです。そこで風の向きではなく機体の進む方向と考えることにしましょう。ピンクの矢印が機体の向き、青い矢印が機体が進む方向、その差は5度。したがって現在の AOA は5度です。さて、機体のピッチアングルを変えてみましょう。機体のピッチアングルを10度上げました。十分な速度があれば、その分、機体が上昇を始めます。つまり、この状態でも AOA は5度です。では、ちょっと垂直上昇をしてみましょうか。この状態でも AOA は5度です。ちなみに、ピッチアングルは95度です。ところで最初に、AOA は日本語で無改革であるとお話ししましたよね。少し前に YouTube で垂直上昇すると無改革が90度になるみたいな話を聞いたことがあります。では垂直上昇中に AOA を90度にしてみましょう。もう一度説明しますが、ピンクの矢印が機体の向き、青の矢印が機体の進行方向です。無改革90度で垂直上昇とはこの状態です。変ですよね。なので無改革という言葉には注意しましょう。正しい意味で使用する人も多いですが、適当に喋ってるだけの人も多いです。さて、話を戻します。皆さん、飛行機って減速すると姿勢がそのままでもだんだんと降りてくるって感じ取っていますよね。この図の状態で減速してみましょう。すると、機体の向きは同じでも、機体の進行方向が下になります。この状態で AOA は10度です。もうわかりましたね。そうです。機体の待機速度が遅くなると AOA が上がるのです。この速度の判断方法は低速でしか使えません。高速時は AOA が小さく、肉眼では見えないからです。対して低速、つまり AOA が5度や10度になると普通に肉眼で見えるので、失速の兆候が出る前に加速の判断を下すことが可能になります。さて、
少し AOA の大きさの話をします。AOA は通常の飛行状態で2度とかです。つまり飛行機は常に機体に対して微妙に下方向に飛んでいます。で、絶対に安全と言えるのは5度程度です。そして常識の範囲内でのギリギリが10度程度です。つまり着陸時の着地時の AOA が10度程度です。着地時にジッキのようにフレアをかけてというので15度程度でしょうか。無尾翼デルタの機体だと20度でも平然と飛んでいたりするので、割と機体によっても違います。もう一点、あかねちゃんが着陸の最終旋回でバンクすることを異常に嫌うのをご存知ですか？あれはもちろん低速でバンクするとひっくり返るからですが、実はバンクすると AOA が見えなくなるからというのも大きいらしいですよ。さて、今日はこの辺りまでとしましょう。次回は AOA の判断の簡略化をお送りする予定です。それでは高評価とチャンネル登録をお願いします。ゆずきゆかりがお送りしました。